あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第5回の今夜はオムライス。ケチャップの甘い匂いがキッチンにふわっと広がる。子供の頃、仕事帰りの母が片焼きの卵とハムで作ってくれたあのなんでもない日の夕食を思い出す。豪華じゃなくていい。幸せの味っていうのは誰かのためにフライパンを振る。その時間に宿るものだと大人になってようやく気づいた。42歳無職。まさか自分が家族のためにオムライスを作る日が来るなんてあの頃は想像していなかった。ニュージャージーの片隅で帰ってくる妻のために卵をそっとフライパンに流し込む。完璧じゃなくていい。母がそうしてくれたように今夜もおいらは一歩でも主婦に近づくため人生初のオムライスに挑戦する。卵を破るか心が折れるか、勝負はこれからだ。チキンライスに入れる玉ねぎを細かくカットする。父親になったら自然に料理もうまくなると思っていた。現実は玉ねぎで涙が出るくらいだ。マッシュルームも同じ大きさに切っていく。いつかヘーゼルが大きくなってパパのオムライスが食べたいと言ってくれる日が来るだろうか。その日のためにおいらは修行する。今日使うのは鶏のもも肉だ。慣れない手つきでもも肉を細かく切る。もも肉を細かく切ることがこんなに難しいだなんて知らなかった。切った野菜をフライパンで炒める。まずは玉ねぎを炒めて甘みを出す。
玉ねぎが透明になるくらいまで炒めたら鶏肉を入れる。続いてきのこを入れる。バター、ケチャップを約大さじ3杯。そこへお米を入れる。お米と具材が混ざり合うように炒めていく。いい具合にチキンライスができた。卵は3つ使う。牛乳を少々入れる。卵を溶く。いよいよクライマックスだ。一人前のチキンライスをボウルに入れておく。バターを入れる。少し温度が高かったようだ。大至急卵を流し込む。スクランブルエッグにしてちょうどいいところで真ん中にライスを乗せる。果たしてうまくくるめるのだろうか。もう少し卵が固まったらお皿に移す。人生初めてのオムライス。まずは妻の分を作ってみる。意外とうまくできた。この調子で自分のオムライスを作っていく。意外と簡単にできたので自信を持って卵を流し込む。もう一度同じように卵をスクランブルエッグにしてライスを入れて包んでいく。いつか娘が反抗期になってパパ臭いと言われてもこのオムライスだけは褒めてくれたら嬉しいな。
もう一度成功しているので、また簡単にできると思っていた。このオムライスはふわっと丸めて、ホテルのシェフから声がかかるくらいの美味しいオムレツを作る気で挑んだ。しかし今度はうまく巻けなかった。見た目が完全に無色の TK だ。ほほほ。うまく巻けた妻の方のオムライスに愛情たっぷりのケチャップをかける。少し愛情が多すぎたようだ。上からドライパセリを振りかけたらオムライスの完成だ。おいらの方はオムライスとは呼べないけど、なんとか夜ご飯ができた。仕事で疲れて帰ってきた妻のグラスにビールを注ぐ。礼に始まり礼に終わる。ここまでやって主婦道だ。はい、ありがとう。はい、乾杯。乾杯。ハイネケンを飲むみたい。ジョンがノンアルコールヘネケン。いただきます。寝起きのオムライスね。めっちゃ簡単だと思って余裕こで言ってたら破けちゃう。だって人生で初めて作ったオムライスがこのほとんどオムライスの形になっちゃってるし。でもめっちゃケチャップで壊れた。いただきます。美味しいだろ。美味しい？うまいな。オムライス簡単で美味しいわ。人生もオムライスも思ったように形にならないけれど、それでも何度だって巻き直すしかない。ケチャップもちょっと入れる？いいよ。まだまだ道のりは長いが、少しずつ主婦に近づいている。もし次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいなら、コメント、いいね、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。